You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that is coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new.皆さんこんにちは。手帳の時間です。今日は月に一度のゆるっと手帳セットアップの日。前半は最近買った文房具のご紹介。ダイソーやラフトで可愛い文房具を買ったので、ぜひ一緒に開封していきましょう。後半は6月の手帳セットアップの様子をお届けします。2024年ももう折り返し地点に近づいてきました。1年の半分が過ぎようとしている頃に、手帳の時間にとって少しだけ嬉しい変化があったので、動画の後半でお話ししますね。手帳のセットアップをする日は、できるだけ子供たちのことや仕事のこと、周りのあれこれを忘れて自分時間をたっぷり取りたいなと思っていました。大好きな文房具やノートに触れてエネルギーをチャージしたり、1ヶ月を振り返りながら次の1ヶ月の過ごし方を考えたり、自分時間を通して心と体をリフレッシュさせる一日があると、日々の生活がとっても充実する気がします。6月は1年の残り半分をどう過ごすのか考えるのも楽しいですよね。今日は少しだけゆったりとした手帳の時間の一日をお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。まずはロフトの購入品から。このトラベラーズ東京エディション、東京にフォーカスしてデザインされたノートとそのカスタマイズアイテムがたくさん販売されていました。特に気に入った2点をお迎えしたので、皆さん一緒に見ていきましょう。まずこちらはかわいいステッカーセット。桜とか江戸前寿司、江戸の町人文化から誕生したと言われる招き猫に、江戸時代から続く大相撲の力士など、東京にまつわるデザインのステッカーが10枚入っています。これは最高ですね。そしてリフィルのノートも開けてみます。表紙のイラストはどれも東京の日常が垣間見れる魅力的なものばかり。相撲部屋が点在する下町を歩いて、疲れたら銭湯に入って、湯上がりに居酒屋で焼酎を飲む、屋形船が浮かぶ川を渡れば1000年以上の歴史を持つ寺院が迎えてくれる、お寿司にラーメン、あんみつ、たい焼き、どれも可愛すぎませんか？扉ページは東京のお気に入りが書けるスペースがあって、中の紙は MD 用紙ホワイトが使われています。アイデアを自由に展開できる無形ノート。最後は東京の思い出をコレクションできるページがついていました。ワクワクするページいいですよね。吹き出し風なのが可愛いところ。せっかくなのでどれかステッカーを貼ってみようかな。いつもはステッカーを買っても眺めているばっかりで、貼って楽しむということが少ないんですが、可愛いからこそどんどん使ってこの瞬間を楽しんでみようと思います。何でもそうですが、どれにしようかな、どこに貼ろうかなと考えている時間が実は最高に楽しいですよね。記念のステッカーをどこに貼ろうかな。この最初のページの左下のところにちょこんと貼ってみました。光の角度によってゴールドが輝いて素敵です。
次は韓国で大人気のステーショナリーブランドオーロリーデイのメモタグを買ってみました。こちらも開けてみましょう。韓国の文房具系が買いたいときはロフトに行けば間違いないですよね。メモタグはあまり買ったことないし、カラーも好みだったので今回選んでみましたよ。この後ろの韓国語は Google 翻訳で何を書いているのか調べてみました。メモ帳のようにひとまとまりになっているのかなと思ったんですが、一つ一つバラバラに入っていました。デイリータイプ全部で30枚。この上の部分を折り曲げて手帳とかノート、日記、ファイルに差し込めば OK。今日のキーワードを書く欄や方眼のフリーメモ部分がたっぷりあります。こちらはウィークリータイプ。週の献立表とか仕事の予定とか、まずこのタグで管理して、それから手持ちの手帳やノートに書き写してもいいかも。同じく30枚入っていました。B6 サイズの手帳に差し込んでみるとこんな感じ。ちょうどいい大きさです。子供たちの習い事関係とかにも活用できそうなので、いろいろと使ってみようと思います。このぴょこんと出たタグが可愛いですよね。後ろはこんな感じ。ロフトの購入品をたっぷり楽しんだ後はダイソーアイテムの購入品を確認します。行くたびに可愛いものがあるダイソー。こんな可愛すぎるセットがあったので全種類買ってしまいました。フレークシールにクリアシール、レターセットやデザインペーパー。デザインは何種類かあったんですが、イエローとグリーンでまとめたこのセットを選びました。犬と恐竜。恐竜セットはこんな感じでグリーンのチェックが特にお気に入り。並べると最高です。あとはフィルム付箋も買ってみました。私円形が大好きなんです。淡いカラーも素敵なのでちょっと皆さんにご紹介しますね。カバーがついたフィルム付箋。重なっていると一枚一枚の色味が確認できないのでノートに貼ってみます。どれも使いやすそうな可愛いカラーでした。一通り最近の購入品を確認したら、次は月に一度のお楽しみセットアップです。6月は夏を迎える準備というテーマのラベンダーカラー。同じ紫系のステッカーを準備して早速準備を始めます。毎月のテーマカラーがあると普段使わないカラーも積極的に使えるようになります。6月のカラーペンは3本くらいをメインで使ってみようかな。そして淡い3色のマスキングテープ、黄色、紫、グレー。淡い紫がアジサイとかラベンダーみたいに可愛いです。限られた時間の中でどんな1ヶ月を過ごせるでしょうか。毎月のテンプレートは私が使いやすい、カスタマイズしやすいと思うものを A4 用紙3枚にまとめています。習慣トラッカーがあることでだらけていた毎日の習慣を少しずつ変化させたり、なりたい理想の姿を目指しながら試行錯誤する毎日ですが、テンプレートがあると落ち込んで悲しんでいる自分も元気でやる気に満ちている自分が励ましてくれるような感覚になるので、自然と手帳を開きたくなるんです。テンプレートはあくまでも目的ではなくゴールにたどり着く手段なので、楽しんで終わりというものではありません。楽しさの中にも刺激があったり、何か学びや気づきを与えてくれるような心強い相棒のようなものに近いです。さて5月の手帳の中身ですが、なりたい自分に一歩近づくワークを時間をかけてやってみました。改めて自分の理想の状態が確認できたので、6月は一歩踏み出してみようと決意しました。具体的にはお気に入りに囲まれた最高のオフィス、これを作ります。
これまで作りたいと思っていたけど、なかなか一歩踏み出すことができませんでした。でもせっかく最高のオフィスを作るなら、その作る過程も皆さんにシェアしたいので、何かしらの形で裏側を配信できたらなぁとか思ったり、もうすでにどんな世界観でオフィスを作ろうか、そんなことばっかり考えていますよ。全く何も決まってないけど、きっと6月はワクワクが詰まった手帳になるので、皆さん楽しみにしていてくださいね。本当にそうなるかな？あっという間にシンプルで可愛い6月のカバーページが完成しました。セットアップをするときは、まずはできるだけシンプルに作って、日々を過ごしながら少しずつ要素を足していくのがおすすめです。最初から頑張りすぎない、ちょっと物足りないくらいがちょうどいい、そんな感じ。動画では流れるように切って貼ってを繰り返していますが、実際はこのページは1ヶ月後にはこうなってたらいいなぁと、約30日後をイメージしながらまったりと作業することが多いです。そのイメージはすべてレターの項目に反映させています。こちらはダイソーの方眼付箋。1ヶ月後の自分へ手紙を書いた後は、こうして折り曲げて毎日できるだけ見返すと、頭の中に定着して自然にその方向へ向かう気がします。自分だけのバレットジャーナルなのでやりたい放題。いいと思ったものはどんどん試します。ペラペラっとめくれるので、黄色いマスキングテープで仮止めしました。こういうことをちまちまっとしていると、あっという間に時間で過ぎちゃいますよね。週間トラッカーのカレンダーは6つありますが、残りの2つはお仕事手帳で使うことにしました。こうしてノートごとに分けて使うのもおすすめ。はい、だんだん出来上がってきましたね。5月の週間トラッカーで1日15分歩くという項目を作ったんですが、赤ちゃんを保育園に預けた後、そのまま15分歩くという流れにすると結構継続できたので、6月は他にも気づいたことをメモします。子育て日記とか、そして感謝ログのページも忘れずに作って、ウィークリーページはその都度作っていくことにしました。こんな感じで6月のセットアップが完成です。同じ一日なら価値ある特別な一日を過ごしたい。そんな時はぜひ私と一緒にこのテンプレートを活用して楽しい1ヶ月を過ごしましょう。忙しさやストレスに負けずに6月も素敵な1ヶ月を過ごしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。